今回の動画は生命線についてです。前回も生命線について説明しましたが、YouTube 素人で動画編集も素人で動画のクオリティなどが低すぎたので、改めて一から説明させてください。生命線とは、親指の付け根の膨らみを囲む位置にある線です。人差し指の付け根と親指の間から手首に向かい、弧を描きながら伸びています。生命線が表す意味。生命線というくらいなので、メインで知えるのは生命力や体力、健康運などです。弧が大きくなるほど生命力の強さを表し、弱々しく弧の小さい生命線はエネルギッシュさに欠ける意味合いを持ちます。口述しますが、長さによって寿命年齢を占うことができる線です。長いほど体が強く、長生きするとされています。短くても、膨らみが大きければ全く問題ないのでご安心ください。生命線はこれから先の運勢、つまり現在や未来の運勢を表します。将来あなたがどんな生命力を発揮し、健康に恵まれるのか、リアルタイムの運勢が映し出されていると言われます。左右の手相の違いが大きい人ほど、持って生まれた運勢とは真逆の道を突き進んでいるということ。複雑な運勢の傾向を持ちます。したがって、右手だけでなく左手も一緒に見ることでよりあなたの状況に沿った運勢が見えてきます。実際に生命線によって運勢を占う方法を解説していきます。はじめに生命線の濃淡や長短によって表す意味についてです。自分の手相と見比べてみましょう。まずは生命線の濃さから見ていきます。生命線が濃い場合、濃い生命線を持つ人は健康で体力があります。精神的にも強く、とても活動的であることを示しています。困難があっても気力と体力で乗り越えていけるでしょう。体力勝負の仕事向きです。心身ともに健康で生命力が強くバイタリティがあるということ。病気や困難なことが起こった時も果敢に立ち向かって乗り越えるだけのパワーを持っていると言えます。生命線が薄い人の場合、生命線が他の線よりも薄い人は虚弱傾向で気力も弱く、根気が続きにくいタイプです。能力を生かすためには、少しずつ体力をつけていく必要があるでしょう。力仕事ではなく、頭脳労働が向いています。生命線の長さ。生命線が手首に届くほど長い人もいれば、その半分くらいの短さの人もいます。こうした生命線の長短は何を示しているのでしょうか。生命線が長い人の場合、生命線が手首に届くほど長い人は長寿の運勢を持っています。病気になっても回復が早いかもしれません。生命力が非常に強いのが特徴で、描く弧が大きければ大きいほどエネルギッシュです。ただし、過信は禁物。無理をしすぎると体調を崩すこともあるので、限界があることも知っておきましょう。生命線が短い人の場合、生命線が短い人は、長い人に比べると、体が弱くストレスから体を壊したりしやすい傾向があります。しかし、規則正しい健康的な生活を心がけていけば、長生きをしている人は多いので、悲観する必要はありません。生命線が突然短くなった場合、体を酷使したり、不節制な生活を送っていると、健康を害して生命線にも変化が現れる可能性は十分にあります。短くなるというよりは、線の先が薄くなったり、切れ切れになったり、障害線が出たりといったように、生命線の質が悪くなる場合が多いでしょう。逆に、健康的な生活を送っていると、生命線が太く長くなる可能性があります。線の途切れや乱れもなくなり、健康な体で生き抜くことができるはずです。
生命線は長さや濃さだけでなく、いろいろな形があり、それぞれに意味があります。いくつかタイプを挙げて見方を解説します。二股に枝分かれする生命線。二股に枝分かれする生命線は、分かれた線の力強さに着目しましょう。枝分かれした線がたくましくはっきりしているならば、生命線をサポートしている意味合いがあります。健康的でエネルギッシュな様子の象徴でしょう。一方、弱々しく薄い線ならば、病気の暗示かもしれません。健康には十分気をつけましょう。よく言われる旅行線とは違いますので、注意してください。途切れてる生命線。生命線の一部が空白になって途切れているのは、その時期に体力や運気が落ちることを示しています。また、線が完全に消えていなくても、一部分だけ薄くなっている場合も似た意味を持ちます。どの時期にあたるのか、前述した流年法で読み解いてみましょう。運気が落ちている時期は、怪我や病気に注意して危険や過労を避けて過ごしてください。とはいえ、運気は必ず回復するので、悲観的にならないことが大事です。途中に島がある生命線。生命線の途中に島がある場合、病気や怪我、ショックなことが起こる可能性があります。島が出ている時期には気をつける必要があるでしょう。時期の見方は流年法で見ましょう。2本ある生命線二重生命線。生命線が2本ある場合、これは二重生命線と言われる手相です。生命線がもう1本あるということは、生命力が2倍。健康的かつ長寿である様を示しています。ポジティブで生き生きとした人なのでしょう。途中で切り替わっている生命線。生命線が途中で切り替わっている層は、線の切り替えとともに生命力も切り替わります。長生きできますが、線が切り替わるときは運気がダウンすることが多いので、この時期には新しいことはしない方がいいかもしれません。ちなみに、内側に切り替われば健康面ダウン、外側に切り替われば健康面がアップの意味です。障害線がある生命線。生命線上を横切る横線障害線がある場合、ストレスを感じやすいタイプの人だと見ることができます。ストレスをこまめに発散するよう気をつける必要があるでしょう。途中にほくろがある生命線。生命線上にほくろがある人は急病にかかりやすいという意味があります。健康に関する戒めと捉えて、日頃から不節制をしないように気をつけることで、不運を避けられる可能性があります。ただし、ほくろには生きほくろと死にほくろがありますので、ほくろがあるから、その線がダメというわけではありません。効果的な生命線の書き方。生命線を水性の黒いマジックペンで書くと、健康長寿のためには有効だと思います。いい生命線というのは、太くて長く、切れや乱れのない線ですから、そのような線を書きましょう。線が消えるたびに何度も書くことが重要です。何度も書くことで、健康への意識が高まります。いい線を書いたから長生きできるはずと強く思うことが、気力や体力を養うきっかけになるのです。生命線は長いか短いかで一喜一憂せずに、線の乱れがないように普段からチェックをして健康意識に生かしていくことがおすすめです。切れや障害線が出てきていないか、先が分かれていないか、薄くなっていないかなど、時々観察していくといいでしょう。そうした意識が日頃の健康に対する感度をアップさせてくれるはずです。良くない相が出た場合はこれをきっかけの一つにし、食事に気を配ったり、運動したりして健康的な生活を送ってみましょう。占いの結果が当たっていても、そうでなくても生活を整えることはメリットだらけです。生命線をきっかけに自分の健康へ注意を払い、体を大事にしていきましょう。
概要欄から手相鑑定やオリジナルイラスト作成ができます。チャンネル登録もよろしくお願いします。